皆さんこんにちは。ルカチャンネルのルカです。本日の動画なんですけれども、今現在のベイブレード X のラインナップの中から最も爽快にアタックでポイントをつかみ、そしてド派手にね勝利に導くための、3on3 デッキのねご紹介をしたいなというふうに思っております。そしてねそのカスタムの、特徴だったり、なぜそれをね選んだのか、僕の個人的な主観にはなると思うんですけれども、皆さんにねお伝えしていきたいと思っております。前回ねスピンフィニッシュを取りやすいカスタマイズということで 3on3 デッキをね紹介させてもらったんですけれども、今現在のベイブレード X の、G2 大型大会だったり、G3 大会なんかを見てますと、スタミナ系だけがね勝ち進めるわけでもないと、アタックで高得点を一瞬でね、勝ち取っていくことも多くなっていまして、これぞまさにねベイブレードだなと、もうその爽快なバトルを見て、僕含め誰もがね憧れる勝ち方だなと感じてます。今回そんなアタックで勝ちたいという思いから、僕なりにかなり攻めたカスタマイズで構成されている 3on3 デッキの紹介をしていこうかなというふうに思っております。ぜひねご覧になっていただけると嬉しいです。それではねまず1つ目見せていこうかなというふうに思います。まず1つ目がこちら、ドランソード 360F。これ皆さんもちろんねこの強さをねご存知の方多いんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、デフォルトになります。ベイブレード X といったらやっぱこいつですよね。エクストリームダッシュスタジアムのおかげで、中心にいる相手に対してエクストリームダッシュで確実にアタックしに行けると、積極的に当たりに行って、オーバーとかねバースト、エクストリームフィニッシュをね高得点をつかむことができると。重量的にもこのドランソードって、35g 台のね個体もあるし、相手を飛ばしてスタミナロスをさせることで、スピンをね取れるっていう状況もあります。そういった部分では、コツコツ1ポイントねスピンでポイントを取っていくよりかは、高得点を取りにいけるねこのドランソードデフォルト、僕はねここ最近もうドランソードの、単純に強さ、それからエクストリームダッシュでアタックしに行けるこの爽快な動き、今俺はもう何よりもこのドランソードを使って勝ち上がりたい。ということでねこのワンベイでも使いたくなるほどこのドランソードに魅力を感じております。アニメでもねクロス X 君が使う姿にね魅力を感じてねドランソード人気が出てるんじゃないかなというふうに思っております。そんな感じでね僕がこのドランソードデフォルトについておすすめする理由をねお話ししていきました。続いてはこちらになります。ドランダガー 460LF、 最新のデッキセットから登場した新たなドランブレード、6枚刃ということで、これ僕のね感覚にはなるんですけれども、相手にぶつかった時に弾くエネルギーが結構ね高いなっていう風に感じております。それから重量も 34g 台のね個体が多く、実は僕が持っているこのドランダガーのねブレードも 35g をねもうかなり超えていて、そういうブレードもね個体によってはあるんじゃないかなと思います。それからね重心バランスもそんなに悪くないんじゃないかなというふうに思っておりまして、姿勢を崩すことなく何度もねアタックしに行けると。そしてこの LF ビットにしていることでエクストリームダッシュのしやすさかつ低い位置からのアタックで、かなりね高い攻撃力になっているかと思います。スピンに関してはあんまりねここは期待はできないんだが、何度も低い位置からね、攻め続けられて、バースト耐性の低い相手だったらね、バーストさせることもできると思いますし、速攻でねポイントを取りに行けると、そんな感じで高得点を狙いに行けるカスタマイズにねなっているんじゃないかなというふうに思っております。そして最後にご紹介するカスタムがこちら、シャークエッジ 560R。シャークエッジといったらね低い位置で相手にねアタックするっていうことでねよく使われていると思うんですけれども、今回ねこのラッシュビットにすることで何度でもエクストリームダッシュを使いアタックすることができるようになったと。シャークエッジによく使われているローフラット LF ビットなんですけれども、一発のねアタック力っていうのはもう最大限に高いんですけれども、アタックをね外してしまうと、大きくスピンをロスしてしまうこと、そこねラッシュビットで回転数が落ちてもエクストリームラインに再び乗ることが可能になります。シャークエッジの形状的にそもそもねアタック力は高いし、重さも34から 35g 台というところでね重さもね十分申し分ないといったところだと思います。
単純に相手をね弾き飛ばす威力の高さで、相手のスピンもね削っていけるし、こんなのが何度でも何でもねアタックしに来たら、本当にねもう地獄だなと、そんな感じでこのシャークエッジの連続的なねアタックができるカスタマイズについてお伝えしていきました。はい、そんな感じでね、今回もこの 3on3 デッキのね、カスタマイズを紹介させてもらったんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。今回はね、こうスピンじゃなくて、アタックで高得点を狙いに行くっていうね、コンセプトのもと、カスタマイズをね、お伝えしていきました。ベイブレード X は4ポイント選手制というね、ルールによって、今までね、スピンが安定かなと思いきや、アタックで高得点を狙いに行った方が、実は楽なんじゃないかなというふうに思っております。正直スピンで4ポイントも取りに行かなきゃいけないのってかなりねこう気が遠くなるような話ですし、不意のオーバーとかバーストとかエクストリームフィニッシュとかね、もしスピンを狙ってたのにされちゃうとかなりねしんどいですし、もう無理っていう風に諦めちゃうのもねやっぱ気持ち的にはわかるんですよね。であればアタックを決めに行って相手よりもね先に多くのポイントを稼いだ方がメンタル的にも安心かなと。俺は何よりこのベイブレード X ってアタックで爽快にね激しくバトルができるっていうコンセプト、こういったところにね魅力を感じております。そんな状況を多く作り出すことが今回ね紹介させていただいた 3on3 デッキではねできるんじゃないかなというふうに思っております。ぜひね皆さんもおすすめのねアタック系のカスタマイズがあればねコメント欄で教えていただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。はい、こんな感じで今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報から、ベイブレード X のおすすめのカスタマイズ、そしてイベントに行った際のね、大会の動画なんかね、配信していますし、最近ではね、ベイブレード X のシネマティック動画もなんかもね、制作しておりますので、ぜひね、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。はい、そんな感じで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。